毎度です。猿頭トリートメントでございます。今回は海外の大手 VR メディアアップロード VR が選んだストーリー重視の VR ゲーム10選を紹介したいと思います。瞬きするだけで物語が進むものから巨大な竜と戦うものまで、ジャンルもバラバラの10本です。日本のスタジオが手掛けた中国作も控えているので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。それではまず1本目は瞬きで物語を進めるというちょっと変わった1本です。プレイヤーが演じるのは亡くなって死後の世界へと旅立った一つの魂。私森の船に乗り込み、自分が歩んできた人生を振り返る旅が始まります。操作はとてもシンプルで、なんとプレイヤーの瞬きを使います。 PSVR2 が目の動きを読み取ってくれるので、瞬きをした瞬間に場面が次へと切り替わるんです。だからもっと見たい大切な記憶でもふと瞬きをしてしまうと、あっという間に過ぎ去ってしまいます。この仕組みが人生の儚さや過ぎていく時間の重みをプレイヤー自身の体で感じさせてくれます。物語が描くのは家族との思い出や忘れられない記憶の数々。クリアまでは1時間半ほどとコンパクトですが、何度も繰り返し遊べて、そのために少しずつ違った体験になります。短いからこそギュッと心に残る一本です。続いては雰囲気をガラッと変えてサバイバルホラーです。主人公は女子高生のメイ。行方不明になった父を探して故郷であるアラスカの町に戻ってきます。ところがその町は化け物やモンスターが運びる悪夢のような場所に変わり果てていました。メイは恐怖と謎に満ちた町で生き延びるために戦うことになります。このゲームの大きな魅力はアメコミ風のアニメ調グラフィックです。物語はコミックブックのページをめくるように展開していて、独特でスタイリッシュな見た目がホラーなのにどこかかっこいい、怖さと美しさが同居した唯一無二の世界観になっています。近接武器や銃を使って迫り来る化け物と戦いながら街の謎を解き明かしていく、背筋がゾッとする怖さはありますが、その分物語に飲み込める一本です。ホラーが好きな人は要チェックです。続いては今からおよそ10年前に登場した知る人ぞ知る名作です。手掛けたのは PS4 のスパイダーマンやラチェット&クランクで知られる人気スタジオのインソムニアックゲームズ。プレイヤーは探検家のビクターとなって南極で消息を絶った婚約者を探しに向かいます。ところがただの救出ミッションかと思いきや、物語はどんどん不穏な方向へ。奇妙な生き物や現実離れした風景、そして正気を失ってくるような恐怖がビクターを待ち受けています。実はこの作品、20世紀のホラー小説の巨匠ラブクラウドの作品から直想を得ていて、じわじわと迫る不気味さが大きな魅力です。このゲームの特徴は自分自身を後ろから見る三人称視点で進むことです。 VR ゲームでは珍しいスタイルで、発売から10年が経った今でも語り継がれる忘れられない一本になっています。続いては美しい南の島が舞台の謎解きアドベンチャーです。時は1930年代。主人公のノラは調査の途中で行方不明になった夫を探すため、南太平洋に浮かぶ離島へとやってきます。緑が生い茂る楽園のような島には、かつて栄えた古代文明の遺跡がひっそりと眠っていました。プレイヤーはノラとなって島のあちこちを探索し、仕掛けられたパズルを解きながら少しずつ島の秘密に迫っていきます。何より目を引くのが息を飲むほど美しい景色。色鮮やかな自然と幻想的な雰囲気が冒険の没入感をぐっと高めてくれます。謎解きそのものは優しめなので、パズルが得意でない人でも大丈夫。ミステリアスな物語と絶景の島の世界にじっくり浸れる一本です。続いては心がじんわり温まる優しい物語のアドベンチャーです。プレイヤーが演じるのは巨大な精霊ゴーストジャイアント。ルイという一人の少年と出会い、その暮らしを陰ながら助けていきます。舞台はジオラマのように作られたミニチュアの街。プレイヤーは巨人の視点から家の屋根を開けて覗いたり、建物を丸ごと持ち上げたりと、街に直接手を加えながらちょっとしたパズルを解いていきます。この巨人ならではの自由な関わり方がこのゲームの大きな魅力。少年ルイとの絆も遊ぶうちに少しずつ深まっていきます。見た目は絵本のように可愛らしいですが、物語はとても深いです。うつや育児放棄といった重い問題にも優しく向き合っていて、心にじんわり残る一本となっています。続いてはとにかく映像が美しい SF アドベンチャーです。舞台は冷戦時代を思わせる近未来の宇宙。プレイヤーは秘密捜査官のサーシャとなって月面基地に潜入します。そしてレッドマターと呼ばれる謎の物質に隠された真実を解き明かしていくことになります。まず驚かされるのがそのグラフィックの美しさ。メタクエストで遊べるゲームの中でもトップクラスと言われるほどの完成度です。レトロな雰囲気と未来的なデザインが融合した世界は、ただ眺めているだけでもワクワクします。遊び方も盛りだくさん。仕掛けを解くパズルにジェットパックを使った空中移動、敵をかわすステルス、さらには戦闘まで謎めいたストーリーを追いながら、次は何が待っているんだろうという発見の連続を味わえます。映像の美しさと SF の世界観に浸りたい人にぴったりの一本です。
続いては時間を巻き戻したり進めたりして解く不思議なパズルアドベンチャーゲームです。主人公は幼なじみの2人、アリーナとフレンド。緑があふれる夢のように美しい島々を旅しながら2人が一緒に過ごした大切な思い出をもう一度辿っていきます。このゲームの面白さは時間を自由に操れること。プレイヤーは時間を進めたり戻したりしながら島に仕掛けられたパズルを解いていきます。 VR ならではの手触りのある仕掛けがたっぷり用意されていて、解けた時の気持ちよさは格別です。物語は友情や子供から大人へと成長していく時間、そして懐かしさを描いています。とにかく景色が美しく、眺めているだけで心が穏やかになるパズルの面白さとしみじみとした物語を同時に楽しめる一本です。続いては自動化が進んだ近未来を舞台にした物語のアドベンチャーです。プレイヤーが演じるのは主人公のカート。世界最大の通販会社でたった一人だけ残された人間の労働者です。周りは全て機械に置き換わった世界で、カートはやがてある大きな選択を迫られることになります。このゲームの一番の魅力は何といってもストーリー。機械化がどんどん進んで人間の仕事が奪われていく社会、その危うさが皮肉を交え鋭く描かれていて、海外の評論家からも物語性が高く評価されました。ただ遊ぶだけではなく、いろいろと考えさせられる奥の深い内容になっています。倉庫での荷物の仕分け作業に見つからないように進むステルス要素も加わって遊び応えもしっかり。 VR でも VR なしの普通の画面でも遊べるので、自分のスタイルに合わせて楽しめる一本です。続いては国産 VR ゲームの中でも高い評価を受けたミステリーアドベンチャーゲームです。開発は VR ゲームでおなじみのマイリアリストとイザナギゲームズが共同で担当しています。舞台は犯罪がなくなったとされる未来の都市。プレイヤーは捜査官ハルサイオンとなって起こるはずのない殺人事件の謎に挑みます。この主人公には特別な力があって、なんと人の記憶の中に入り込み過去の出来事を再現できます。集めた手がかりをもとに事件の真相へと迫っていく本格的な捜査が楽しめます。物語が進むほどに二転三転する展開と、社会の裏に隠された陰謀が見えてくる。続きが気になってどんどん引き込まれていきます。じっくり読み込める小説のような作りなので、腰を添えて物語を味わいたい人にぴったり。フルボイスで描かれる重厚なストーリーをたっぷり楽しめる一本です。そしてラストを飾るのは、こちらも日本のスタジオキャラクターバンクが手掛けた本格 VRJRPG です。主人公は新人の魔法使い。プレイヤーは相棒の少女アイリスと共に大きな遺跡が眠る街を探索し、そこに隠された謎を解き明かしていきます。このゲームの一番の魅力はその雰囲気にあります。まるでアニメの世界に飛び込んだようなポップで可愛らしいグラフィック。キャラクターや世界観のデザインはまさに JRPG そのもので、見ているだけで心が躍ります。遊び方は両手で魔法を放ちながら遺跡を探索し、章ごとに進む物語を追っていくスタイルです。個人的に特に好きなのが音楽で、世界観に寄り添った楽曲が冒険を一層特別なものにしてくれます。物語は全てフルボイスで、まるで RPG の中に入り込んだみたいに楽しめます。あとこれは完全に余談なんですけども、猿頭はこのゲームのクラウドファンディングに参加していて、その特典でスタッフロールに猿頭トリートメントの名前を載せてもらってます。遊ぶときはぜひ探してみてください。そしてこのキャラクターバンクからは新作のナイツ・オブ・フィオナが2026年に登場予定です。めちゃくちゃ楽しみですよね。というわけでアップロード VR が選んだストーリー重視の VR ゲーム10選を紹介してみました。気になる1本は見つかったでしょうか。ぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいです。いやー VR って本当にいいもんですね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよならさよならさよなら。